はい、包丁のことあれこれチャンネルです。本日は包丁研ぎ初級編ということで、お家の包丁をできれば自分で研いでみたいなんて思っている方に、必要な道具や研ぎ方と方法をお伝えできればというふうに思っています。いろんなやり方があると思いますけれども、参考にしていただければなというふうに思っています。まず、道具に関して見ていきたいんですけれども、そうですね。研ぐ包丁がいりますね。三徳包丁をご用意しました。これは両刃になってますので、両方刃を研がなきゃいけないというタイプになってます。それと、砥石をやはり用意しなければいけないんですけれども、ホームセンターで違うタイプの粗さのものが2つ重なっているものがあるんですけれども、できれば粗と中と仕上げというふうな形で、少しハードル高いんですけれども、ご用意いただいている方が、後々いいかなというふうに思ってます。だいたい200とかそういったものから800とか、そういったものが粗砥石になりますね。こういったものは刃の掛けを直したり、形がもう崩れてしまっているのを直したりとか、そういったのに使います。で、こちらは中砥石ですね。これは1000番という番手なんですけど、800番ぐらいから2000番、3000番ぐらいを中砥石というんですけれども、通常家庭ではこの1000番砥石があれば包丁は研げてしまうというふうに思います。で、できればこの仕上げ砥石、3000番以上のものをご用意して、最後仕上げに研ぐとより切れ味が鋭くなるというふうなことなので、粗と中と仕上げと用意していただければ一番いいと思います。ただ3つ用意するのは大変だっていう形であれば、中砥石と仕上げ砥石とか、少し形が崩れて刃こぼれしてしまっているっていうことであれば、粗砥石と中砥石とかいう形で用意していただければと思います。なぜ2つあった方がいいかっていうと、研いでると砥石自体も凹んできたり形が崩れてきてしまうんですよね。それを2つあると、後で面直しっていうんですけど、こういうふうに削って変形した面を整えていけるということができますので、できれば2つ以上ご用意していただければいいかなと思います。あと水につけとかなきゃいけないとかっていうタイプと、今は水につけなくても使用できるというような砥石もあるんですけど、そういったものは買ったこういう箱に必ず書いてますので、よく確認していただいてから使っていただけるといいかなと思います。この辺は水につけとかなきゃいけないので、後ほど水につけてからスタートしたいと思います。で、砥石を置くんですけれども、砥石を置いた時に砥石が滑ってしまうととても危ないので、これ、私が使い古しているダスターなんですけれども、こういったものを濡らして下に敷いて、砥石を置いて滑らないようにするというふうな形にしております。拭き上げる、ちょっと綺麗なものと、あと家庭であれば流し台があった横にとかっていう形でやると思うので、お水の方はそこで使えるんですけれども、どうしても手が汚れたりとか場所が汚れたりするので、こういったボールがあれば、こういったところに水を溜めて流しに置いておけば、そんなに汚さずに済むかなと。なので必要なのは、砥石と、ダスター関係と包丁が、最低限あれば始められるというふうな形になってます。はい。で、ちょっと見にくいかなと思うんですけれども、砥石今水につけて、ちょっとこのブクブクブクというのがなくなるぐらいまで水につけておきます。5分10分かなと思うんですけれども、それでは砥石の下に敷くダスターをまず軽く水で濡らして絞ってください。で、先ほどの1000番の砥石を動かないように、これで動きませんので、こちら新しい1000番の砥石ですので、面は先ほど言ったようにもう平らになっているので、必要ないんですけれども、使っていきながらの時であれば、こういった400番粗砥石で、ここの面を必ず平らにしてから始めてください。で、面直ししてると角も角張ってきて危ないので、必ずこの最後に面取りという形で四隅を手が切れないようにしてください。はい。この形で砥石の準備ができましたので、包丁を研いでいきたいと思うんですけれども、
まず持ち方は、この包丁がグラグラしない自分の持ち方を探していただければいいんですけれども、基本的にはこう持って、ここでピタッと固定させるとグラグラしにくいので、それと一番重要なのが、砥石に当てるこの角度が、あんまり立てすぎると刃はつくんですけれども、先が丸まっていくので切れなくなっていってしまう。だいたい10円玉2枚とか割り箸1本と言われていることが多いので、試してみたいと思うんですけれども、この10円玉2枚の厚さで包丁が立つぐらい、ここが立つぐらいですね。の角度を自分で一回やってみていただいて、それがだいたい15度ぐらいなんでしょうかね。で、割り箸の平たい部分もちょうど2枚ぐらいなので、こんな形でだいたい角度をなんとなく覚えていただいて、始めていくという風な形になります。包丁の向きはこれ90度ですね。これ縦ですね。ちょうどその真ん中ぐらいだと思うんですけど、というのが基本のスタイルになってます。で、刃先から刃元まで全体的に同じように先ほどの角度で研いでいければ、こっちに刃がついていくと。この三徳包丁は両刃ですので、こっちを研いで、次こっちを両方研いでいくんですよね。それで、まず、皆さんが研ぎたい包丁の状況が一体どうなのかっていうのは少し重要ですね。電動シャープナーとか、そういったもので、だいぶ刃先が丸まった感じになってしまえば、なかなか鋭い鋭角な刃をつけるのに、すごく時間がかかってしまいます。だいぶ丸くなってるのを尖らせないといけないっていう形なので、そういった場合は、こういった荒砥石からまず始めて、鋭い鋭角な刃の元を作ってあげないといけないんですよね。こっちの旋盤だとどうしてもまだ目が細かいので、すごい時間がかかってしまうので、まずはこういった荒砥石で形を作ってしまう。ただ、そんなに変形もしていなく、ちょっと研げばいいよっていうことであれば、こういう旋盤から始めていけばいいというふうな形の使い方を荒砥石はします。で、通常、砥石を使って頻繁に研いでいれば、本当にこの中砥石を少し当てるだけで常に切れ味を保てるんですけれども、あまり研がずに全く切れなくなってしまった状態からですと、さっきみたいに荒砥石でやっぱり形を作らないとなかなか切れる状態まで持っていくのに時間がかかってしまうという風な形になるので、研ぎ出す包丁の状況によってやり方も変わっていくという風な形になります。で、先ほどのように45度、10円玉1枚から2枚ぐらい立てて上下に動かしていきます。で、先の方から研いでいこうと思ってるんですけれども、ここがこういう風に曲がってますよね。なので、その曲線に合わせて少し研いでいくというようなテクニックはいるんですけれども、そんなに難しくないと思います。で、研ぎたいところに手を当てて、研いでいくという風な形になります。上手になると、動かしながら、こういう風に手の位置を少しずらしていきながら研ぐことができるんですけれども、最初はなかなか難しいと思うので、研ぎたいところに手を置いて、順番に同じ回数、20回なら20回、こういう風に場所を変えて、ここはグラグラせずに固定して、同じ角度でずっと一直線に研いでいくと。その辺は慣れないとなかなか難しいと思うので、何度もやりながらコツをつかんでいくという風な形になります。砥石もできれば同じところこういう風にずっとやってると、ここばかりが減っていってしまって、どうしてもここがへこんでしまうので、先ほどのようにまた荒砥石で面を直してあげて平らにしてあげるという風な形で進めていく感じになります。できれば全体を使うんですけれども、なかなか慣れないと難しいので、手を切らないように気をつけながら研ぎ進めていってください。で、どこまで研いでいけばっていう話なんですけれども、こっち側をずっと研いでると、こっち側に刃がついてくると、向こう側にめくれてくるんですよね。そういうのを返りというんですけれども、向こう側にめくれてくるまで研いでいきます。全体的に。こ
こだけめくれてるとかっていうよりも全体的に同じように研いで、同じ返りが出るまで研いでいきます。で、先は先ほどの話のように少し角度をつけながらぐーっと包丁を上に上げて、この湾曲に合わせて刃先をつけているような感じになりますので、見ていくと砥石が当たっている部分っていうのがわかりますので、どんな風に研げてるかっていうのはたまに見ながらやらないと、変な風に研いでいるのにずっとそれを続けてしまうと、そこばっかり削れて変な癖がついてしまうので、見ながら修正して刃をつけていくという風な形になります。で、押さえてる力はあまり入れすぎずに、こっちは添えてるだけで角度がずれないように。で、こっちは押さえてるところを強くしたり弱くしたりはできるんですけれども、そんなにぐーっと力入れすぎなくてもいいかなと思います。で、押す方、引く方と両方力入れなくても、押す方に力入れて研いでいくパターンでもいいですし、やりにくければ引く方に力を入れて研いでいくパターンでもいいかなというふうに思います。で、先ほどお伝えしたその返りっていうのは、手をこういうふうにずらせばこっち側にめくれていれば、ここで手に引っかかるんですよね。今の状態ですと、ここはもう手に引っかかるような状態になってて、この辺はまだ全然引っかからないので、全体的にまだ研ぎが甘いというふうなことなので、研いでいきます。先ほどもお話ししましたけれども、こういうふうに砥石で包丁を研ぐようになると、そういう機械を使ってしまうと、また研ぎ直しに時間がかかるということなので、少し砥石に当ててあげると切れる状態を保てるし、研ぎ直しも楽というような形になっていきます。こんな形でこっち側は手が引っかかるようになっているので、先ほど言ったこっち側にめくれた返りが出ている状態になってますので、次はこの逆を同じように研ぎたいと思います。包丁は逆にして持ってまた同じように、先ほど押すような形で力を入れている場合は、こっちの場合は引くような形で力を入れていけば。で、角度はもう先ほどと一緒です。で、刃先から刃元までこっち側にめくれている返りを少し取ってあげながら研いでいくと。そうすると逆に今度こっちに少し返ってくるので、そうなったらまたこっちに変えて少しその返りをなくしてあげるというふうな形で、こっち側に出てる返りというものを反対にしながらまた取っていくというふうな形で、刃先が鋭くなっていくというふうな原理です。私、実はあんまり良くないと思うんですけど、包丁を持ち替えて同じように研いでいくという風な形で、ちょっといつもやってしまっています。こういう風に持ち替えてしまうと、なんかここがグラグラしてしまうので、なので、ちょっと逆に出てますね。またちょっと逆を少し軽く返りを取ってあげる程度に。で、先ほどお伝えしたように、こっちを研いでるときに、一回返りが出てしまえば、それ以上研ぐと、どんどん刃先を短くしていってるだけなので、返りが出るまでで十分ですので。で、ちょっと見にくいかと思うんですけど、今、こっちと両方研いでるので、刃先にちょっと、ブワーっとバリと言うんですけど、金属のカスみたいなのがついてるんですよね。今どっちにも引っかからない感じで、刃だけ尖ってると。人によっては爪で動かすと、刃が立ってると全く動きませんので、そういった状態で刃先の鋭さを確認すると。これで、この1000番の中砥石だけで終わるというふうなことも可能です。
で、新聞紙があればですね、さっき言ってたその刃先に出てるカスみたいのがあるので、それをこう、少しこう、新聞紙でこういう風にこう、さすってあげると、先っぽについてる金属片みたいなのが取れますので、こんな形で、ちょっとこれペーパーですけど、線板で、だいぶ切れ味、一応良くなってますよね。もうちょっとスムーズにっていうことであれば、仕上げ砥石。これ6000番ぐらいだと思うんですけれども、仕上げ砥石に書いて、帰りはそんなに出ないので、さっき研いだ線番のところを、また同じように線番でちょっと鋭く研いであげると。そうすると、さらにこう、切れ味が滑らかになるというふうな形になってます。今回は仕上げ砥石も当てていきたいと思います。先ほどの包丁のこの角度も研ぎ方も一緒です。で、研いでいく場所もずらしながら同じ回数を研いでいくようにしていきます。はい、そういった形で線板の仕上げ砥石も当てました。帰りは出ないんですけれども、少しこっち側と逆側自分で触りながら両方引っかかりがなくなるように、少しこっちに引っかかってるなと思ったらこっちを少し直していただいて、こっち側に少し出てるなと思ったら少し直していきながら、触った時に両方引っかかりがなくなるぐらいまで当てていけば、刃は尖った状態で仕上がるというような形になってます。中砥石を当てて、最後仕上げ砥石で磨いたというような形になります。さっきの線板より少し柔らかく切れますかね。ちょっと力全く入れてないですけど、少し滑らかな切れ味に変わるという。最初は線板中砥石から研ぎを練習して始めてみて、仕上げ砥石を買って切れ味の違いを確認したりするのもいいのかなと思います。包丁も最後はここの刃がこっち側に立ってると手が切れてしまいますので、少し砥石の方に当てながら全体的に持ち手の部分もきれいに洗って、ステンレス包丁も扱いが悪かったり傷がついてるところがあったりすると錆びたりもしますので、よく拭いて保管していただくと。はい、そういったことで本日は包丁研ぎの初級編ということで簡単にご説明させていただきました。なかなかやり始めるのは大変かなと思いますけれども、一度やってしまえば簡単にできてしまうので、この動画を参考に包丁を研いでみてはいかがでしょうか。それでは何か参考になったことがございましたら、高評価いただけるとありがたいです。今後もいろいろ情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。